はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日のテーマはですね、東京についての話をしようと思います。実はですね、僕日本に一時帰国してまして、今まさにね東京にいるんですね。今日はね、知り合いの経営者の人とですね、相がてら東京をちょこっとね回ってきて、でそこで東京ってすげえなって思ったことがいくつかあるので、そんなことをね皆さんと共有したいと思っています。まずですね、ちょっと自分のことを先に話すとですね、僕はですね23歳までは、日本にいたんですけども、それまでね東京ってなんかね避けてきたんですよね。そもそもねちょっと電車が嫌いっていうこともあったりとかして、常に車で当時は移動してたんですけど、あんまりね行かないっていうか、近づかないままそこからアメリカにね旅立ってしまったので、そこでアメリカで20年経ってしまって、で、僕の実家はね長野県だし、ほとんどね東京を知らないまま生きてきたんですね。なので感覚としてはね外国人とね大差ないんですよね。今回東京ってすごいと思ったわけなんですけど、何がすごいってまずは規模、世界中見てもねこれだけの面積、それから規模の都市ってなかなかないんじゃないですか。僕のいるねロサンゼルスって一応はダウンタウンって呼ばれる場所があって、そこが中心地になってるんですけど、東京に比べたらね本当に規模小さいし、治安もあんまり良くない、汚いんですよね。あとね、落書きとかもね至るところにあったりとかして、それがなんかアメリカっぽくてかっこいいっていうのもあるんですけども、結構汚いんですよ。で夜なんかもね治安の問題だと思うんですけど、店なんかも閉じちゃうしね、暗くなっちゃうんですよね。で人が集まるとこどこかって言ったらね、いわゆるビーチ沿いの、ピアって言われるとこですね。ピア周辺とかには結構人が集まって、そこで賑やか、特に若者がね集まって、そこでバーとかがあるんで、そこでワイワイしたりとかしてるんですけど、ただねあれはね全然東京とは規模的には比べ物にならないんで、全然ね都市ではないですよね。東京はねもう本当にどこにでもお店があるし、欲しいものはもう何でも手に入る。アメリカだと例えば水買いたいなと思ってもねすぐに買えないんですよね。買えるところがないんですよね。アメリカで水買うって言ったらどこを寄るんだろうな、都市で。ガソリンスタンドとか、ガソリンスタンドに隣接してるコンビニみたいなのがあるんですけど、そこで水買ったりとかしてますかね。自動販売機ないですからね、基本的に。自動販売機ね、やっぱりこれも治安の問題で、道端にあったらもう自動販売機ごと盗まれちゃいますからね。ただ日本だとね、どこにでも自動販売機あるじゃないですか。あとはコンビニもめちゃめちゃいっぱいあるし、欲しいなと思ったらすぐに手に入るっていうのはすごい便利だなと思いましたね。あとはラーメン食べたいなと思ったら、それこそ1、2分歩いたらあるんじゃないですか、ラーメン屋。それぐらい多いなっていう感じ、お店も。あとやっぱり交通網がすごいですよね。電車は時間通りに来る。アメリカなんか遅れんのが当たり前ですからね。バスとか平気で10分20分遅れるところがね、東京だったらね電車は本当に時間通り来るし、おそらくバスなんかも時間通りに来るんでしょう。あとやっぱ街が個性的、モダンだなと思ったらね、伝統を感じさせるような建造物急に出てきたりとか、なんかいい意味で統一感がないなと思ったんですけど、それがねすごい東京の魅力だなと思いましたね。コスプレしてる方だったりね、個性的なファッションの方いたりとか、かと思えば普通にスーツ着たビジネスマンもいたりとか、もういろんな人がごっちゃになってるっていうね。お店にひとたび入ればサービスはとにかくいいし、もうデパ地下とかもすごいもうずっと入れますよね。魅力的なものがありすぎる。食べるところもあってね、もうありすぎてもう選びきれないっていう感じ。あと裏通りとかもすっごい魅力的なんですよね。魅力的ななんかね小料理屋さんとかが裏路地にあったりとか、かと思えば静かな公園が出てきたりとかね、もう常になんか新しい発見とかがあって、歩くのがすごい楽しいなと思いました。あとやっぱり綺麗なんですよね。ゴミとかほとんど落ちてない。アメリカのやっぱり都市とかって汚いからですね、うるさいし。ただ唯一ねここはっていうのはね、その財布を持ち歩かないといけないっていうのがね結構面倒だなっていうのは思いました。現金がないとね何かと不便じゃないですか。皆さん現金とか持ち歩きますよね、多分ね。普通僕向こうだとね財布を全く持ち歩かないから、常に Apple Pay だから、携帯でこうピピッとやればこうねカードで支払いができるから、そういう生活をしてるんですね。だから財布を持ち歩かないんですよね。日本にいるとね財布を持ち歩かないといけないっていうのがねちょっと面倒だなと思いましたね。で自分みたいにねやっぱ海外に長い間住んでて、この年齢で東京に来るとねそれはそれですごい魅力を感じるんですね。というわけでね、また新しい発見をするべくですねちょっと満喫したいと思っています。